皆さんこんにちは。AI にもっと賢く深く仕事をしてほしいなぁなんて、もしあなたがそう思っているなら、今回の話はきっと役に立つはずです。AI を単なる便利な道具から、あなただけのものすごく優秀な部下へと変えていくための具体的な5つの戦略、これをじっくり解説していきますね。チャット GPT に聞いてみても、なんだか答えが浅いんだよなとか、AI が自信満々についてくる嘘、いわゆるハルシネーションってやつ、これどうにかならないの？こんな風に感じたこと一度はありますよね。これ実は AI を使う多くの人がぶつかっている共通の壁なんです。その悩みの根本って、実は僕たちが無意識に AI をいわば自動販売機みたいに扱っちゃってることにあるんですよ。ボタンを押せば、まあすぐ答えは出てきます。でもそれって誰でも手に入るありきたりなものだったりしますよね。でも今日ご紹介するのは AI をあなた専属の賢い部下として育てていくっていう全く新しいアプローチなんです。的確な指示さえ出してあげれば AI は驚くほど深く、そして信頼できるアウトプットを返してくれる最高のパートナーになってくれるんです。はい、こちらがそのためのマネージャープレイブックになります。AI という優秀な部下の能力をもう最大限に引き出すための5つのステップですね。さあ、1つずつ見ていきましょう。さて、最初のステップです。ここでまず一番大事なのは、AI に対する僕たちの心構えをもう根本から変えること。求めるものをすぐに出てくる答えからもっと深い探求へと意識をシフトさせていきましょう。じゃあ、その調査型 AI って一体何なのかっていうと、これは単に質問に答えるだけじゃなくて、まるで人間の専門家みたいに調査して分析するっていう、そのプロセス自体を実行してくれる AI のことなんです。計画を立てて、情報を集めて、分析して報告する。この一見遠回りに見える考える時間こそが、浅い答えじゃなくて、深くて信頼できるアウトプットを生み出すための最大の秘訣なんですね。そしてビジネスの現場で一番怖いのがこのハルシネーション。 AI がさも本当のことかのように嘘をつく現象です。ディープリーサーチ AI は全ての情報源をちゃんと明記させることで、この致命的なリスクを根本から減らすように設計されているんです。つまりここでのあなたの役割はもはや単なるユーザーじゃないんです。 AI という部下が最高の仕事ができるように、その背景とか文脈、つまりコンテクストを整えて導いてあげるマネージャーであり、コンテクストキュレーターっていうわけですね。では、マネージャープレイブック、最初のフェーズに入っていきましょう。ここが全ての土台となるミッションの計画です。AI のパフォーマンスは、ここでいかに明確な業務指示書を作れるかでもうほとんど決まってしまうと言ってもいいくらいです。最初のテクニックはズバリ最初の問い、これを最適化すること。 AI が出してくる成果物のクオリティはこのスタート地点で9割決まるなんて言っても大げさじゃないんです。競合のことを適当に調べておいてなんて曖昧な指示じゃ、いくら優秀な部下でもそりゃ困っちゃいますよね。じゃあ良い指示書に必要な4つの要素見てみましょうか。まずペルソナで、君はベテランのマーケターとして考えてと役割を与える。次にタスクで、競合3社の SNS 戦略を比較してと具体的な行動を指示する。そしてコンテキストで、これは次の戦略会議で使うためだよと目的を共有して、最後にフォーマットで、箇条書きのレポート形式でまとめてねとアウトプットの形まで指定する。この4つを意識するだけで AI の動きはもう劇的に変わります。2つ目のテクニックが複雑なタスクを分解すること。まさにこのイラストがその重要性を示していますよね。気候変動について教えてって丸投げするんじゃなくて、原因、影響、予測、対策っていう4つのパートに分けてお願いする。こうすることで AI は一つ一つのテーマに集中できて、それぞれで深く掘り下げた情報を集めてくれるようになるんです。さて、計画を立てたら次は実行フェーズです。でも実は AI って一人で全部の仕事をしてるわけじゃないんですよ。ここでは AI の内部にいる専門家チームをどうやって動かすかっていうちょっとだけ高度な話に入っていきます。このスライドをちょっと見てください。これすごく面白い考え方だと思いませんか？
ディープリサーチ AI って実は一人の万能選手じゃないんです。中にはトレンドを調べるアナリストとか学術論文を読む研究者、コードを探すのが得意なエンジニアみたいな専門家チームがいて、タスクの内容に応じて最適な担当者を自動で割り振ってるっていうイメージなんですね。そして3つ目のテクニックが、このナレッジグラウンディング。これは、ハルシネーションを防ぐためのいわば最強の武器です。どういうことかというと、AI にゼロから答えを探させるんじゃなくて、あなたが信頼している PDF みたいな教科書をまず渡して、この情報源を絶対の正解として、ここから答えを探してきなさいと指示する技術だからです。具体的な流れはこんな感じです。まず、あなたが調査の基礎にしたい信頼できる資料を AI に渡します。そうすると、AI はそれを絶対的な正解として読み込んで分析の土台にするんです。そして、その資料だけでは足りない部分、例えば、そのレポートが出た後の最新の動向はどうなってるみたいな知識の隙間を埋めるために、初めてウェブ検索とかの外部ツールを使い始める。こういう順番なんですね。さあ、最終フェーズ、改善と相乗です。AI から出てきたレポートをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、どうやってより良い成果物へと導いていくか。ここがマネージャーとして一番腕の見せ所かもしれません。まず知っておいてほしいのが、高度な AI が持っている反省メカニズムです。AI は一度アウトプットを出した後に、あれ?最初の目的はちゃんと達成できたかなって自分で評価するんですね。4つ目のテクニックは、この AI の反省ループにあなたがマネージャーとして割って入って、その視点だけじゃ不十分だよ。次はこっちの角度から見直してっていう風により的確なフィードバックを与えてあげることなんです。これじゃない。やり直し。これじゃあ人間の部下だって次に何をすればいいかわかんないですよね。セクション3のデータを最新のものに更新して、特にアジア市場に焦点を当てて書き直して、ここまで具体的に指示をしてあげて初めて AI は的確な修正ができるようになるんです。そして最も高度なテクニック5がステアリング、つまり操縦ですね。これは AI が作業を全部終えた後にチェックするんじゃなくて、作業の途中で介入して軌道修正してあげること。AI が間違った方向の調査に時間を無駄にする前に、そっちの調査はもういいから代わりにこっちを優先してみたいに計画そのものをリアルタイムで編集。これこそが AI 時代の新しいマネジメントの形です。さて、結論です。ここまでの話は AI との関係性を単に質問する相手から解決策を一緒に作り出していくパートナーへと変えていくためのものでした。今日解説した5つの戦略をもう一度まとめましょう。計画で明確な指示を出し、分解でタスクを管理しやすくする。装備で信頼できる情報源を与え、洗練で具体的なフィードバックを開始、そして操縦でリアルタイムに軌道修正する。この5つがあなたの新しいプレイブックになります。そしてこのスライドが今日僕が一番伝えたかったことかもしれません。実はこれらの AI をマネジメントするスキルってそのまま普遍的なリーダーシップスキルに直結するんですよ。明確な指示を出すこと、プロジェクトを管理すること、リソースを配分すること、的確なフィードバック、そしてリスク管理。AI という部下を育てるプロセスを通じて僕たちは知らず知らずのうちに人間に対するマネジメント能力そのものを磨き上げているということなんです。AI を使いこなすことって結局は自分自身の考えを整理して管理する訓練でもあるんですね。さて、あなたはこの新しい AI 部下に対してどのマネジメントスキルから試してみたいですか？ぜひ今日からあなたの AI との新しい関係を築いてみてください。今回の解説は以上です。